おはようございます。定例のライブ配信を始めたいと思います。やるのかいって感じですけど、12月30日土曜日、朝9時39分となりまして、やるのかいと突っ込んでいる人もいるかいないか、見えてんのか見えてないのか、わかりません。おはようございます。5、6、あら、11。すいません。お兄ちゃんがさっき来てて、この絵をみんなに見てほしいということなので、ウルトラマン、全身描いたそうですよ。ウルトラマン全身描きました。来てんのかな、まあ、ええか。非常に良好です。ごめんなさいね。同時視聴者数、公開オン、だいぶね。はい、昨日ちょっとですね、完全に飲みすぎてまして、本来はですね、これ夕方5時ぐらいからやろうと思っていた、みちみちさんおはようさん、今日ね、皆さんにこう宣伝最後しましょうね、思ってたんですけど、5時ぐらいからやろうと思ったんですけど、僕の目の前にですね、まあまあ偉い人が座っててまあまあ偉い人まあまあ偉い人、まあ、その方は配信してた時にはいなくなったんですけど、別の会場に行かれて、まあ、本当にね、この年末も本当党の方は大変、その方は特になんかキャッシュバック的な部分は大丈夫なんですけど、で今日はですね、これも同時に書いていきます。もうこれね、昨日メンバー限定の方にしました。ちょっと危険なことを喋っていたような、目の前にはまあ佐賀県では有名、赤坂さんもおはようございます。目の前には佐賀では有名なH 君というアナウンサーがいましたで途中からね、向こうの方が入ってきたのが、なんか東京でなんかモデル事務所をモデルさんなんかいろんなことやってるみたいけど、なんかもう189センチあるって言ったから、僕とちょうど同じ身長やったんですけど、シュッとした男の子が来て、結構的を得た質問しだしてたんで、これちょっとなんていうか、僕は結構嫌いじゃないけど、喋ったらあかんこと喋りそうやなと思ったんで、あとは絵の具乾かんかったからですね、配信を止めました。で今日はですね、こちらのですね、今映っております写真のですね、こちらの方の福岡の方ですね、を大胆に今日描いてみようかなと同時に、乾かす時間もありますので、同時に昨日のやつの仕上げをしていこうと思います。先ほど兄ちゃん来てて、マスキング液の剥がすのとこまで手伝ってくれたんですけど、妻が、うまいこと下へ誘導してくれました。サンキュー、何やったっけ、マリオザムービーということでですね。でこちらの方ですね、絵的にはこのぐらいとかね、ちょっとこう切れるので、どっち側こう切ろうかなっていう感じで、比率的にはですね、これある種です。ある種、北海道さんおはよう。北海道さんおはよう。でもうちょっとこう上にしようかなと。北海道さんはどうなんですか、今のところでお過ごしなんですか、お正月は。北海道さん、北海道から昨日もこう北海道の方から昨日すみません、なんかこう昨日のなんか配信というか、あれはあれでしたよね、入賞編だったんですけど、その中でこうトラクターの絵を描いた人と何だっけな、開拓の村に来た人同じじゃないかなと思ったんですけど、すぐメール来まして、違いますということですみませんでした。僕はなんか女性の方なんかなと思ってですね、また違う方でしたね。でそのトラクターの方は癒しの風景北海道さんの近くみたいですよ。ぜひぜひなんて言って、そんな頻繁に行けるとこじゃないんでね、あそこもね。ということでございました。で今日はこう結構こちらも大胆な下地でいきますね。もうズバッといって、でそれを乾くのを待ってる間、有明海を描いて、でそれが乾いたらこちらを描いてという感じで、やっぱこの水平垂直とかね、その辺がこう難しいでしょうね。いやーそうなんですよ。だから5時からやって1時間ほどやって、宣伝をしようと思ったら、まさかの目の前にですね、僕はなんか政権与党の人
全員と飲んだ佐賀県選出のですね、昨日でコンプリートしました。ありがとうございました。別に僕はどこの党をうんぬんかんぬん言ってるわけじゃないですからね。僕はもう本当、教育とか子供の政策をしっかりしてくださるなら、ということばかり言ってます。もうそこ一択です。税金が増えようが僕は文句も言わずに、もう子供と将来のためのですね、投資を考えているようなところが好きです。で、やっぱその方と話してたら、あれでしたね。やっぱ個人事業主なんですよ。議員さんって。言ってしまった。議員さんって。っていう話で、私と、僕の目の前には、佐賀の、ようテレビ出てる、ちょっとぽっちゃりした、芸人さんがいて、個人事業主なんですね。芸人さん個人事業主じゃないけど、Y というですね、福岡の Y という事務所に入ってますけど、クリエイティブエージェンシー、今違うのかな、ちょいちょい飲むんですけどね。もう久しぶりだったんですけどね、僕も飲み会自体なかなか行けんかったから。で、この辺太陽ね。で、鉛筆の下書き、透明水彩に関しては、これぐらい F で書いて、H で書きました。いろいろそのまちまちです。で、ちょっとね、胸のここに、見えますか？見えんか。もうこっちか。ここにね、貼っときました。赤い印。絵が売れたりした時にね。若女将北海道さんもね、今度行ったらそこ泊まらんといかんね。ねえ。よいしょ。ゲット。赤い、これよくあるシールですね。リナさんもおはようございます。一日にどのくらい、リナさんありがとうございます。どのくらいの時間書きますか？正直ね、書ける時間あったら何ぼでも書きますよ。何ぼでも書きますよ。多分頭いかれてると思いますよ。本当にこう、今も子育てとかね、もうちびっこ帰ってきたらちびっこ風呂入れたりなんかしたりとか、もう酒飲んで寝ますけど、もう書ける時間あったらもう何ぼでも書きますよ。もう18時間ぐらい書いたことありますもんね。平均とかもなんちゅうのかな、もう好きなんですよ。頭いかれてるんですよ。だからもうそれがもう本当にもうね、水たっぷり入れてます。このハケもなんか、なんか誰かがくれましたね。だからなんかね、何時間書こうとか決めてやってないです。もう本当に昔のなんか雑誌の記事読んだら、もう多分絵を描いてない日はないと豪語してるんですけど、多分ね、本当にそんなもんですよ。お酒飲むのと絵描くのはほぼ毎日。実は2023年僕はですね、お酒を飲まない日が2日か3日ありました。つい最近、いよいよ体調悪かった時ですね。なんかどっかで言うてますけど、これどっちがこれ下の方にあれしていった方がいいかなと思います。やばい。で、今日ハルモネアっていうのを使ってますね。ハルモネア。なるべくね、濃厚にいきたいですよね。濃厚に行きたいね。こういう時はなんか濃厚に行きたいな思ったりしたら、初め書き出す前に、チューブからデベって出してあげたりとかするのがおすすめかなと思います。帰省中で、そうなんや、高校の同窓会、誰やろ、同窓会。君の同じクラスの人、いつもの登下校してたメンバー登下校したメンバーと同じクラスの人はちょっと違うからね。登下校は一緒にねしてたんですよね。方向違うけど駅で待ち合わせして、駅から歩いてあれ10分ぐらい歩いてたよね。なんかダラダラ歩いてたから15分ぐらい歩いてたよね。なんかね、どうなんか知りませんが、またね、君の担任やなかったけど、僕の方のね、担任の、M 先生が、あそこ、名古屋まで来てくれて、その後、しのぶちゃんも来てくれたみたいですよ。名古屋まで。大胆な下地。ちょっとだけ暗くさせてください。申し訳ない。ちょっとだけ、ほんの少し明るい気がするので、ぐんとち
ちょっと暗すぎるけど、多分こっちの方が鉛筆の線とか見えますので、すいません、こちらでいきましょうね。ちょっと実際よりは暗いですけど、こちらでいきましょう。いいね。もう奈良とか僕は行くことあれへんからな。もう間違いなくないもんね。帰ってくんのとかよう言われますけど、いや、帰るとこないっちゅうにってね。帰るとこないですしね。ね、言うといてね、同窓会で、あれを、チャンネル登録ぐらいしろって言っといてね。それ義務やぞと。それはもう同じ高校の、高校の事務の人も来はったな。全然知らんけどね。もう卒業して30年やからね。30年経っても会うってすごいですよね。ビュー僕らね、仲良かったもんな、のかな。気持ち悪いっていうぐらいね、仲良かったもんね。ちょっと漆黒の執事をね、やっぱこの辺下の方、もっと行きたいね。ガンガン濃厚に漆黒の執事。やばい、乾いてきてる。やばい、この辺乾いてきてる。ちょっと嫌になってきた自分に嫌気がさしておりまして、でもやっぱり絵画というものを好きだなと思いました。ありがとうございます。嫌になってきたの？自分自身が嫌になってきたの？あんまそういうことあるかな。そうか。まあね、何でもいいから続けてみたら、ペンとかでもいいしね。なんかこう絵の具出して肩肘張ってやるとしんどいけど、ペンでショショと書くだけでもええしね。なんかちょっとやってみたら、もう次回のこう勝手にこう母点目指して、もう今からちょっと嫌な顔でも描いといたら、そういう時のね、顔とかいい顔描けるよと思うよ。ごめんなさいね、なんか若い人のように喋ってるけどね、全然僕より年上かもしれないしね。でちょっとこうね、下に垂らしていこうかな。なんかはね、下に引きたいけど引くがあれへんな。高さはほんの少しぐらいのね、足金が底辺しましたね。ね。先生も招いていつかこの宿を起点にスケッチツアーしたい出すって書いてるね。最後失敗しましたね。年齢的に僕も確か近かったからね。出すってなってます。惜しかったですね。いいですね。季節的にはいつがいいですかね。季節的には。やっぱりあれですよね。冬でもあそこの知床のあそこは入れないですよね。冬でもね。知床。ちょっと乾いてきてしまったな。でもそれでもやっぱ綺麗ね。惜しかったですね。出すって最後になってしまいました。よいしょ。大胆な人たち。ここのグラデーション綺麗やけどね。ここがね、なんかね、汚くなりましたね。よいしょ。失敗しました。出す。出遅れました。ちえさん。ちえさんに見せとかんと。これお兄ちゃんが今日ね、ライブ配信するときみんなに見てもらいたいって言ってたんで、一応ウルトラマン全身4歳3ヶ月ぐらいかな、描きました。今スーパーマリオブラザーズを見てます。さっきまで言いました。僕も描くと言うてましたが、よいしょ。これはシールです。今見始めた方、シールを貼ってます。あ、もう乾いてるわ。早っ早っ早っ、よいしょ。同窓会とかな、来年やろうかな。来年11月の何日かに大阪であるんよね。来年の11月かな。11月の末やったような気がするんだけどね。まあ細かいことね、先のこと考えたくない人なんで。ふみさんも今日文字付きいいね。いいね。お返事めっちゃ嬉しいです。そして若いです。よかった。タメ口のように喋ってもらってごめんね。
いや、若い頃はね、結構ね、でも、書けん時期はなかったけど、やっぱね、なんか悩むしね、なんかね、やっぱ人とちゃうもん探そう思っても、これだけ情報氾濫型社会やから、僕らの頃はそんな情報とかね、少なかったから、画集屋とか自分で見に行ったりとか、せんと情報ってなかなか入ってこんかったけど、今はなんか、情報がもうね、TikTok にしても、Instagram にしても、ピンタレットでいいの？ピンタレスト？おっちゃんそういうの弱いからね、許してにしてもね、何にしてもね、ちょっとやっぱ暗すぎんな。ごめんなさいね、細かいことでね。6、8話くらいな、ごめんなさいね。これかな、やっぱな。よいしょ。なんかああいうのでもね、ああいうのしてもね、なんかこういろんなデバイスがありますからね、デバイスじゃないわ、いろんな情報がね、だからなんかこう、それでもね、なんか自分のアイデンティティみたいなものが見つかれば、本当になんか自分のお住まいの地域にしても、自分が今まで育って生まれてきたものとかも、全てをこうなんかマイナスのこともこうプラスに消化できるのがやっぱ美術とか芸術とか絵画とかの下の線全部聞いてもらった面白さかなというふうに思いますよ。頑張ってかけながら応援してます。よいしょ。いや飲みすぎた。ちょっとこの絵乾かしときます。すみません、ちょっと10秒。2、3、4、5、6、7、8で、その間にもう一個の、こちらですね、昨日ちょっとこうメンバー限定の方に切り替えさせてもらったあれです。いやー飲みすぎた。ここの一本線を引けんようになった時にもうこれ無理やなと思いました。一本線こうなんかこうもう完全ベロベロだったからだいたい5時から飲んでるからね、あれね。なんかね、議員さんに言うときましたよ。もうほんと言うといたというか、別に偉いことを言ってるわけじゃないですけど、金かかりますよね。ちょっとだって3人の公設秘書だけが、あれマスキングテープなくなった。税金で払えるけどね、あと6人とか、他の党もそれちゃんとやってるからあれなんやけど、それ以外5、6人はやっぱ必要になるということでね、あれさえまずあれやめたらいいのにね。結婚式とかお葬式の電報って言うときましたあれをもうなしにする。そしたらなんか議員さんもお金ねかからなくなるから、もうあれはもう中止ね。もうメールでいいやんってね。だってそういうの結局税金でこう支払われたりするわけですからね。もうなしって僕は言うときましたよ。なんと小さな提言か。2、1、冬の季節に流氷の絵は価値あると思います。運良ければアザラシもいるけど寒いよ言ったよ。1位の冬は癒しの風景北海道さんに反強制的に呼び出されというかね。でちょっとこう今マスキングテープ貼って、ここエッジをねある程度こう強くするところ、これですね、激落ちくんである程度取れんちゃうかなと。完全に昨日ベロベロだったから線がぐっちゃぐちゃになってたんで、綺麗に取れてくれたら嬉しいですね。さすがある種粗め、ちょっと粗めにはまってます最近。ピシッといきたいんですね、ここね。今の方法初めてやりましたよ、もちろんねアフタバさんもこんばんは。絵描き猫さんもおはようございます。のりこさんはいないよな。シナモンパパさんもおはようございます。消化できるように少しずつやってみます。本当コツコツがカツコツってね。ケンジ森脇さんっていうこうね、昔ダウンタウンさんと関西ではもうあれケイシュ5やったっけな、何やったっけなケイシュ5じゃないわ、何やったっけな、夕方の番組で人気を二分した、結構綺麗に出ました。人気を二分された方いるんですよ。皆さん知ってますか？今走る男っていう風に言ってますね、自分でね。でこっからはちょっとね、今こうハルモニアで書いてたんですけど、ガシガシとちょっと書いていけたらなと思ってます。
森脇健児さんでね、松竹芸能のですねスーパースターですね、森脇健児さんっていう僕が大好きな芸人さんがいます。いつもおっしゃっててですね、もう素晴らしいなといつもパクらせてもらってます。もうちゃんとねこういうところで僕は公言してね、引用させてもらってます。コツコツがカツコツやで、コツコツがカツコツがカツ、あ、じゃあどっちやね、反響性じゃない、あ、2位は何、新緑の夏、6月、やっぱり6月いいですか、いいね、もう6月、ママママ言ってで少しこうかすらせたような表情とかで「いてよ北海道6月いて、ちょっとなんかそういうためにまた水彩とかあれやな、販売せんといかんな、ママいて」5月の4月の終わりはもうほぼ白馬が決定してますので、次はいて6月女満別空港やったらあれやな、北海道からちょっと行って聞こえてないかな、女満別空港やったら羽田経由になるかな、羽田乗り換えになるかな、少しこう水を少なめにしながら、書いていっております。これね七面相といってね、有明海の佐賀のここにしてて、一回なんかだいぶこうならなかった時期あるんですけど、いつも11月の時期になるとバルーンフェスタという唯一こう、あれ気球大会なんですけど、気球大会の時期になるといい感じで咲いてくれてます。いつも余暇公園、干潟余暇公園、東余暇公園かな、結構余暇って言うんですよね、余暇余暇っつって。昨日の配信ね、メンバーの方だけにしました。ごめんなさい。ちょっとまずい感じのこと絶対言ってるなと思ったんで、見返してはないですけど、なかなか的を得た質問しだしたんですよね。彼が。俺優秀やな思って。なんか佐賀の魅力を伝えたいんでって言って、なんかね、なんかそういうこう活動をしてますって言って、美味しいもんとかいっぱいあるんで、今魅力度ランキングね、46位ということでありがとうございます。茨城県をね上回りまして、昨年は最下位についに沈んだんですよね。ついにバレてしまったというかね、いつも長崎と、さっき Google マップでこう僕こうピュッと見たら佐賀県表示されんかったもんね先生が言うコツコツかカツコツバイモリはケージ丸パクリ、もう丸パクリですよ。 Google マップっていうのがあるんですよ、アプリケーションね。でそれで見てたらね、ビューッとこう引きにしていって、このくらいの縮尺でやっぱりこう各都道府県がこう出るんですけど、見てほら、大分、福岡、長崎、熊本、宮崎、鹿児島ね、全部出るのに1個だけ出てないんですよねこの縮尺にするとと思ってね、本当になんかまさか Google さんからもいじめられてるとは。 Google さんの社員さん見てたらよろしくお願いします。優しくしたってください。でもすごいド直球な質問してみたんですけどね、なんで議員さんあったんですかって。やっぱもう25の時からなんか県議会議員やってるからって言って、もうなんかちょっと仕事もうほとんども議員さんでずっと来てはるって言ってはりました、その人。って言って、僕もなんで絵描きやってんのって聞かれますけどね、好きやしね、どう見ても好きなバレてますもんね。くるくるほいさんもおはようございますと。ゴリオンマンさんね、おはようございます。ひろみ宮原さんもおはようございます。皆さんね、6月冬はね行って、もちろんそれはスケッチできないじゃないですか寒い時絵の具乾かへんしね。6月はありですね。皆さんがこうあれしてもいいかもしれないですね。メンバーの人に宿を教えて、もうここにって言って、土日やったら彼休み取ってくれるかもしれないですよ。彼ね、土日挟んでね、彼のこじゃれたハイエースにみんな乗ってこじゃれたハイエースに乗っていくというね。よいしょ。
少しこうザクザクとね、こういうところにムツゴロウさんいますけどね。ムツゴロウさんってあれじゃないですよ。ムツゴロウさんってね、動物王国の人じゃないですよ。あの人確か東大出てはるんじゃなかった？違うっけ？めちゃくちゃ頭いい人なんですよね、確かね。先生来られる前にまず癒しの風景北海道さんお会いしてデートしなきゃ。ぜひぜひ。ちょっとだけ髪の毛の方がですね、すごい空いてるんですよ。ビューっとこう、すきばさみから。だからすごくこう、一般の人の5分の1ぐらいなんですけどね。はい。空いてありますので、ぜひぜひ。ただなんかこう、運動してるから、サッカーは今もなんか若い人とやっとるちゅってで、48歳ですけどね。ぜひぜひ。空いてるんで、かなりね、ビューっとこう、髪多すぎるからっていうので、人より5分の1ぐらいになってるんで、まあそこだけはちょっとね、見て驚かないようにしてあげてください。見てね、うえーってなってしもたらね、初対面でうえーって、全然ないんじゃないですかってなったらね、わざと空いてはりますんでね。いや、MM さんもおはようございます。散歩に行くのでと。いいですよ。勝手にいてください。よしよしよし。結構皆さん報告しますよね。後で見ますとかね。いいのにね、そんなね、大丈夫ですよ。今から何かがありますとかね、結構いいですけどね、皆さんいいですよ、報告しなくてね。僕読んでしまうのでですね。よいしょ。質問あったらね、リナさんぜひぜひして。もう結構こう、最近視聴された方やったらね、もう昔からの人やったらもう質問ないんですよ。絶対ないんですよ。ぐらい僕も喋り倒してるから、最近の視聴者になった人、本当に遠慮なくして、沈黙恐怖症というおじちゃん病気やから、喋ることなくなるのが一番怖いので、いやー、ほんと飲みすぎたな。驚くほどの髪型ではないです。若干ね、空いてるぐらいやもんな。知ってる、空いてるぐらい。いいね、なんかね、プチ同窓会するんや。ね。誰やろうな。なんか君の同じクラスやった男の子で一人佐世保に住んでる子おるで。ごめんなさいね、こんなとこで。佐世保でなんか薬剤師さんしてるみたいなんで、言うて、まだ行ったことないんやけど、多分近くまで行ってんやろうけどね、どこなんやろな、佐世保の。佐世保はバイオパークとか、なぜバイオパークが先に出たかちょっとわからないですけど、ハウステンボスってね、皆さん聞いたことあると思いますけど、ハウステンボスとかがあるところです。ハウステンボスすごいこうポテンシャル高いですもんね。またこう、あれから、HIS さんがあれしてたけど、確か変わるんですよね。で、森岡さんちゅったっけな、なんかこう、UFJ とかを再建した人、あの人が確かちょっと入るらしいんですよね。丸亀製麺とかを復活させた、コンサルの人ですね。コンサルってすごいなと思って、確かにそういうね、コンサルの人、刀っていう会社やってはって、もともとなんかやってたけど独立して刀っていうコンサル専門のね、その人が入るらしいから、ちょっとこう楽しみです、今からね、私たちはね。松岡さんもおはようございます。ブルー生えたでしょ、こう綺麗でしょ、ピン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 とね。でこうかすらせて書いてね、ドライブラシって言って、こういう技法もこう入れながらでも考えたらね、ほんとね、もうお正月やね、もうね早いよね、年取んのね。この間2000年問題言ってたのにね、もう24年も経って四半世紀経ったんですね。こんなことを言ってると、もうほんとおっさん化がどんどんひどくなっていくというねえ、令和6年ですよ、来年。ちょっとびっくりしません？ね、つい最近なんか令和になった言うて、ちょうど僕令和元年に初めて北海道行って、ちょうど摩周湖とかどこやったかな、旭川かどっかやったかな、どこ覚えてへんけど、あの辺で僕令和元年を迎えてます。その時にこうね、癒しの風景北海道さんと20何年ぶりになんとか岬で遭遇したんですよ待ち合わせをしてですね、でそこから2回やってますね。だから合計3回やってます意外と奈良時代の友達は、僕はその高校時代の友達、中学も小学校も高校も会ってます。
なんか関西帰るとその中学の組と高校の組でなんか飲みますよね。よいしょ。お正月何しますか？家族旅行とか行かれますか？うわ、いい質問やね。でもね、こういうのってね、なかなかはっきり言うとね、僕ら旅するときはもう家にもう、現金やら何やら、一切も、喝采も全部持っていきますけど、そういう、なんて言うんやったっけな。ね。そういうので、ごめんね。質問して言ったのに。ね、もう、SNS ってね、そういう個人情報ダダ漏れで、なんかね、もう一切喝采も全部持っていくから何もないんですけどね。絵とか残ってるから、絵とかね、あれしてもね、もう闇のシンジケートで、あれしても。ごめんなさいね。だからなんていうの？あんま言うてしまうと、いろいろね、ごめんね。いい質問でした。ごめんなさいね。質問せとか言っとってね。これ七面鳥ってほうれん草の一種らしいんですよ。ネットとかで調べてみてください。という感じで、少しかすらせたりして、有明海を描いていきました。もうめっちゃ好きなんですよ、佐賀の人有明海。これ今度油でかけたら描こうかな思ってます。有明海好きっすよ。もうなんかめちゃくちゃ、海苔の養殖とかようやってて、これね、写真よーく見たらね、ごめん、写真ずっと帰るの忘れてた。ごめんなさい。こちら、ごめんなさい。こちら。ごめんなさいね。ここね、海苔の養殖やってるんですよ、これ。で、これはね、ここはね、このところは、ムツゴロウとか干潟の方に出ていくための船みたいになって、で、それで出て行っている船の跡なんですよ。で、そこでムツゴロウ取ったり、ワラスボって言ってね、なんかエイリアンのモデルになった、可愛らしい、やつがおるんですね。で、それのモデルとかになっておりますよ。闇のシンジケート。ごめんね。リナさん、ほんまやって言ってる。森岡さんが入ったら心強いですね。楽しみ。ライトアートさんね。森岡さん。ね。あの人の喋り方とかもなんかすごいですよね。もうカリスマ感たっぷりやもんね。そう。だからちょっとね。ごめんなさい。闇のシンジケートで、僕の絵が売買されても大した額にはならんので、絵ぐらい置いてあるけど、はい、もう何にもないですよ。僕がもしね、お正月とか。で、人多い時僕動かないっていうことだけは言うときます。人多い時に、動かないようにしていて、そういう自由な職業をしているので、人多い時にはなるべく動かずに、人少ない時に動くことが多いということだけはヒント与えておきます。という感じでちょっと書いていきながら、もう本当にね、なかなかドロドロの入ったらあかんですけどね、これね。もう時効ですけど、今から何年前かな、もう十何年前かな、もう結構なるもんな。昔の教え子が遊び行きますって言って、男の子女の子が2人来て、でここ突っ込んできましたもんね。元気しとるか？よう覚えてるわ。突っ込んできよったもんな。おじさんこれぐらいやったんじゃないですかとか、やるかちょっとですね。その男の子女の子は高校生の時見てたんですけどね、無事結婚しておりましてね、もう子供も何人かおるもんね。おはようございます。小さな丸いしめ縄飾りで G のジャビットがついてるしめ縄飾り、昔なんか車とかにしめ縄とかつけてましたけどね、あれってもうあの文化ほぼなくなったんですかね。面白かったですよね。うちの親父もやってましたもんね。あれ名古屋とかなんかな、うちの親父岐阜やったからなんかねつけて知ってましたよね。今考えればあれ落ちたりなんかしたらえらいこっちゃですよね。なんか車の前に若い人見たことないと思うけど、昔なんかしめ縄を車の前につけてやったろかな。なんかね、若い人知らんと思いますけどね。そんなしめ縄を車の頭につけて、遠慮なく質問してね、ほんと。癒しの風景北海道さんは今度友人の和丸を通じて、連絡を取らせてもらいます。そうなん、知り合いの知り合いは知り合いみたいな感じ。ね、
そうなんかね、網走のあたりのあのラーメンめっちゃ美味しかった。泥ラーメンいまだになんか僕の中ではかなり上位に1位ちゃうかっていうぐらいはなんか相当食べ歩いてきてるんですけど、なんか泥ラーメンっていう名前も強烈やったんですけど美味しかったですね。なんか天下一品系みたいな感じだったような記憶があるけど、よいしょ、昨日もなんかやっぱこう帰省してきても公園に連れてったんですけど、チビをですね空港の近くの公園に連れてったんですけど、やっぱ帰省してくるあれでやっぱ人多くて、でその通りにまあ有名なラーメン屋があるんですけど、めっちゃ並んでましたもんね。いつも並んでるんですよ。何度かこのテレビでYouTube で紹介したんですけど、マツコの知らない世界かなんかでラーメン特集みたいなのがあって、そこでそのラーメンめっちゃ食べ歩いてきた人が最後になんかこう実は一番私が美味しいと感じたのはそのお店ですって言い張ったからか、そっからめっちゃ、まあそれまでも混んでたんやけどめっちゃ並んでました。ここ佐賀と思いました。まあ、それ以来僕行ってないですもんね、その店。先生くらいになると気持ちが乗らない、あります。お酒をハイボール飲みすぎた日とかね、あります。全然ありますよ。やっぱ精神的になんかいろいろあったりする時って人間があるじゃないですか。それでもなんか個展とか展覧会とかあってやっぱ書いてて、やっぱりその時期の絵って良くないですよ。でももうそれは仕事やと思って必死のパチこいて書いてきてね、柄の人になんか良くないねとか言われたりして、いやーなんて言いながらっていうのももちろんありますよ。人間なんでね、もういい時もあれや悪い時もあるしね、まあ、そういう時ありますけど、それでもなんか書き続けてきたかなと、コンスタントにっていうのは自分の中では自負はありますしね。後で見返したらこの時良くなかったなとかっていうですね、という感じでですね、シャ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 と書いたんですけど、有明海佐賀の人内海とか言いますけどを書いてみたという、そうなんです。今日後ろにもなんかね今乾かしてる絵がありますので、ちょっと様子を見ていきます。よいしょ。まだ完全に乾いてないけどだいぶは乾きましたね。内海という感じでございました。下の方がもうほんの少し乾いてないですね。ちょっとティッシュで拭きとこんな感じです。わー綺麗。もっと濃くなるかなと思って頑張ったんですけど、やっぱりね透明水彩は若干明るくなりますわね。もうちょっとじゃあこっち書いておきますね。この辺り6月下旬から7月かけて徐々に、繁忙期になりますと。6月2日は23歳長女の結婚パーティーをうちの店でやりますので、その日以外で忘れんかったらな。まあ全然今の勝手に言い出して妻ともあれなんですけど、それでねまだ言わんとこそうね、結婚なんですか。結婚パーティー23歳、おめでとうございます。昨日僕も知り合いのお嬢ちゃんが結婚したっていう話聞いてもどぎも抜かれましたけど、って言ってどぎも抜かれました。ってまあ細かいことは言えませんけどね、なぜどぎも抜かれたかっていうとね、っていうことなんでって言ってよいしょよいしょ。お嬢ちゃんモデルもしてくれたことあるからな。よいしょ。どうしよう。クリスマスリースは可愛くて素敵ですね。双葉さんからこちらはクリスマスリースをつけて走るんですか。それ可愛いですね。でもなんかシメラはでおもろかったですけどねなんでって今思えばね、今もまだやってはる人いるんかな。僕やろうかな。いいっすねと。なんかね、もう若い人にこうやってね、明るいおっさんが世の中にもいるんやぞと。
でまあ今の時代はねあれかもしれないけど、僕はなんかノミニケーションっていうの昔の言葉で言う好きやからねお酒飲めへん人にはねあれやけど、結局は何時まで飲んでたんかなよ知らんけど、僕は10時に帰ったんです。バッチリもうなんか目もグラグラ回っててもなんかあれやったけど、タクシーに2台断られるっていうか、空車をこう止めたんですけど、ごめんとか言われて空車で帰れるやんけみたいな感じでですね、すごいこう昨日はなんかタクシーの運転手さんも忙しそうにしてました。ごめん今からあれね迎えに行かなあかんねみたいな感じで言われましたけどね、もうちょっとここも濃くしといてもよかったですねという感じでございまして、こちらの方は一旦終了したいと思います。そうなんですね。じゃあ6月ね、北海道の方々がね2泊バスとかないですよね。もちろんね、なんかこうねその宿のバスみたいな、それの平日とかやったら行けたりするんかなっていう、その係でね日中そうね、そう移動するのがねどないしたらいいかやね。なんかこうあそこの方は白馬の方はその秋はまだスキーのお客さんとかおらんからずっとこういろんなとこついて回ってくれるんですよ。めちゃくちゃ助かるんですよ。逆にもう4月とかにするとか、ちょっと忙しい時期を外して雪も若干残っていてみたいなということで有明海でございました。続いてはよいしょ、10年前手放しましたか。その移動ですよね。僕はレンタカー借りて、でもレンタカーも 4人ぐらいしか乗れんでしょね。なんかそこの手がうまいこといけば。でこちら書いていきますけども、実際はこれ太陽とか見えてないですけど、まあそんなんねいいかなとやったりします。どれぐらいだったの？ 1 時間弱。なんかねいい手があればね、なんかね、よこいしょ。まあ11時ぐらいには終わろうかなと思ってます。この絵はねそんなにこうガツガツ描く絵じゃないの。ここも全然見えへんようになってしもうたなせん。こういう時はちょっと撮り直してもいいかなと思います。全然見えへんようになってしまうな。まだ若干乾いてませんので、いや勝手に話しといて、そっちは助かります。北海道界隈の方がね来たいっていう人がちょいちょい現れるかもしれませんしね。なんか午前午後みたいな感じで、まあ理想的なのは、3泊4日とかぐらいかな。したら2日間は丸々かけるかなとかね。2日間丸々かけるぐらいが本当は理想的ですよね。ちょっと僕のだから知り合いの旅行会社にも言ってみましょうか。ちょっと LINE 知ってるからこんなんどないでっかみたいなね。10人乗りとかね、人集まるのはね。10人乗りの何があるから、ハイエースとか。ちょっとまだなんか完全には乾いてないので、少しドライヤーですみません、乾かしております。そうよね、そんなんありやな。なんかねあっても面白いですね。こんなところでこう仕事というのが決まってったりするというですね。うわしまった、後ろについてしまった、うわ手についてしまった。よいしょ。いいね、午前午後、僕なんかはもうねもっと書きますけどね、本当はね午前午後なんてレベルじゃないぐらい。ティッシュもなくなった、最悪や。よいしょよいしょ。次は福岡の方のを書いていこうと思います。こちらの方はこうですね。はい。ハイエースで
ああ、そうなんや。いいね。それありやね。みちみちさん。それはありやね。ちょっともうどこかわからなくなってしまったんでね、こうほぼここ一発でこう決まって終わりなんで。ぎゅーっと。波ね。あ、そうなんや。さすが。さすが。何かな。経験値がやっぱ素晴らしいね。よいしょ。どっかわからなくなってしまった鉛筆の線をもうちょっとこう自分でわかる程度にもう一回こう書き直してます。どこや。可愛い声がしますね。弟がもう全盛期を迎えてますね。可愛さめっちゃ可愛いですよ。おしゃべりがもうすごいね得意で、なんか喋ってますよ。またビチクバチクと。まあこの辺にも光あってなんかしてもいいかもしらんけど、とりあえずこれでいこう。日が沈んでいきますという上でございます。皆さんお疲れした。2023年もお疲れした。なんか無事最高収益がいきそうです。行員にも最後もう怒涛のあれでございましたけどね、皆さんごめんなさいね。怒涛の、動画構成を仕掛けましたが、なんかね、せっかくやったらこう6月が最高やったんですよ。で、まあ理由は簡単で、北海道行って結構スパチャをありがとうございました。あそこの時ね、何やったっけ、小樽じゃなくてどこやったっけ、どこやったっけの時に結構くれたんですよ。函館どこやったっけ、運河のとこで。その夜は居酒屋さんで楽しく飲みましたよ。めっちゃ美味しかった。でかいホッケを食べましたよ。ありがとうございました。もうそれが多かったからですねっていう理由は分かっております。ハイエースなら私も、でも僕が運転してももちろんいいんですよ。僕得意やから、運転好きやし。一応スピード違反では捕まったことありますけど、交通事故は起こしたことないので。で、後ろの方からですね、僕が借りてあれしてもいいですよね。まあ、今乗ってる車もそこそこ大きいんで、はい。この辺にね、向こうに見えるね。まあ、これあれですよ。あれから、飛行機から見た景色でございます。福岡空港にこう帰ってきた。ね、疲れたなって言うてね、ぴょっと見たら僕をね、こうなんか優しく包んでくれた夕日を描きました。何月やったかな、どこ行った時やったかな。よいしょ。ちょっとこうグレートーンみたいな色がありますの。あ、ごめん見えてないね。写真をどかすか、僕をどかすかやな。もし質問あったらしてください。今年最後になるかもしれないし、ならんかもしれないし。よいしょ。で、手前の方は少しですね、ちょっと光っているかな、大丈夫かな。ちょっとだけ明るく映ってるんですけどね。温泉は内風呂だけでこじんまりしてます。いいですよ。全然そんなもうどんなんでもいいですよ。なんか癒しの風景、北海道さんと何やったっけ、温根東湖に行ったんですけど、温根東湖のもうここの温泉がええって言って、確かにめっちゃ良かったです。もうただ記憶としてはもうめっちゃ寒くて、なんか外を歩いてその露店に行ったんですけどもうその寒さだけ覚えてます。めっちゃほめだ寒くて、
めちゃくちゃ寒かったです。少しねこれ海の方にシュッと、意外とこういうのはねシンプルに、昨日出てた竹地さんなんてもうめちゃくちゃ上手ですよね。僕なんか上手なんで YouTube やってくれんかなと思ってます。めちゃくちゃ上手ですもんね。シュッと第2位の方ね、あっこまで行くと透明水彩もなんか太刀打ちできるかなってなってくるんですよね。昨日のごめんなさいね、透明水彩の方々にはね、もう本当にくさーとかって言われてるでしょうけどね。いやー楽しい。ケアさん質問、鬼好評で柳田明さんの名前出ましたが YS 風に描いてるってことですが、昔の画家に影響されるってどこまでいいんでしょうか。技術等々追いつけないですが、自分千奈清介さんに、最近影響されています。表現がパクリと言われそうで、もうなんかその辺をパクリと言われない程度に頑張ればなんかこうやっぱり一人の作家さんだけやったらば、もうだから柳田明さんのはまあ僕もすごいこうYS やなってふと思ったけど、で書いてあるものがやっぱりこう題材日本的な感じっていうところでギリギリセーフなんちゃうかなっていうふうに思ったりしたんですけども、その辺はやっぱりこう何人かから影響をうまく受けていけばええと思うんですけどね。なんかこう特に現存してる作家 YS はもう亡くなりましたけど、当時まで生きてましたけど、なんか現存してる作家さんやったらばやっぱりこうなんかこうかなり気を使わんといかんかなと。だから僕はなんかその辺でやっぱり古い作家さんとかあたりをからそれを現代風にアレンジするじゃないけどもしていった方が硬いかなと思ってるんですよ。だからそんなことをこうちょいちょい言うててね、ちょっとなんか下に置きたいけどさ、マスキングテープどこやった？マスキングテープあれね、その辺ってすごいこう難しい。ちょっとね立てときますって思いますよね。千内京介さんめちゃくちゃね、でも本当に70年代アクリルが出だした時にいち早くこうアクリルをこうやっぱりその辺はこう感動がいいというか、ズバッとこう自分の表現にされてですね、すごいなと思います。これ砂浜でね、皆さんもですねその辺はこうなんかね新しい素材とかもズバッとこう やれたりとかですね。だからその辺は僕なんかいろんな作家さんから影響を受けていく数が多ければ多いほどなんかこうね、その辺っていうのはパクリっぽく見えへんかなと思ったりとかします。いいですかケアさんね、ありがとうございますと。よろしければアドバイスいただきたいです。なんかあるかな。宿のホームページリニューアルとインスタの解説を準備してますが、このライブ目の前の目的がはっきりしてめっちゃやる気出ましたと。皆さんが見やすいものを作ろうと思います。鬼サークルで途中、添削頼むかもしれません。ご協力お願いします。みちみち様だとよろしければ。僕もあれホームページ自分で作りましたけどね、もう本当になんちゅうあれやったかな、WIX みたいなやつ、WIX かなんかのアプリケーションで、でもドメイン料ぐらいですごい安いですもんね。なんかドメイン料みたいな、そのおきぞまこと .com みたいなだけでお金ねめちゃくちゃ安かったですよ。だからと思って、もう今そういうこうホームページ作成のお仕事とかもね、もうほとんど個人でできるようになっていくから、なんかねと思いながら見てました。こんなのできんにゃ今と思いましたもんね。ズバンとズバンとね、今日はね年末あれやからお兄ちゃん弟呼びましょうか。弟は出たくないとかいう可能性高いですけどね、お兄ちゃん多分さっきまで来てましたんで一緒にやるって言ってましたからいや無理やろって言ったんですけど、一応ライブ配信始まる前に僕はウルトラマン得意やでっていうことでウルトラマンを先ほど書いてました。なんであんな仮面ライダーとかウルトラマンってね子供たちいまだにこう人気あってね、思いません？もうすごいですよね。まだめっちゃ好きですもんね。漆黒の執事を塗りながら全盛期を迎えている弟の声がしましたね。
よいしょ。確かにうちに今完成してるようないわなちょっとあるか。闇のシンジケートで、あとこう今日中にはポストに入れますので、もし見られてたらありがとうございました。メール全部3人お三方とも1位から2位3位来ましたんで、返事できてませんけどありがとうございました。今日中にはポストにボンと入れて、まあ年末のあれが郵便局さんね、今もう大変みたいですけどね、年末忙しいと思いますので、ちょっと遅くなるかもしれませんが、ぶち込み大作戦を決行しておきますので、楽しみに待っていてください。バッタはって言ってます。昨日なんかもう北海道とかじゃ考えられんと思うんですけど、蝶々飛んでるからね、まだびっくりしましたよ。バッタ取りに行くとか言うたから、もうと思ったんやけど、バッタおらんと思うけど、もしかしたらなんかテントウムシぐらいおるんちゃうかって言って、公園に行ったらまだいましたもんね。すごいよね。年末っぽい質問させてください。今年一時を文字で表すと何ですかずっさんさん。僕なんやろな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 一時で表すとしたらちょっと考えさせて。一時で表すとしたらなんやろな。ほんとなんか充実しまくった一年やったかなと思うんで、なんかもう本当にもういろんな人にね、なんか浮かんできたな。うわー、大きい声であれちゃうかな。一番好きのりこさん、兄弟待ってますと全盛期をまだマスクしてくんちゃう、弟はね。いいですね。ケアさんはかたくなガンですか。伊藤さんは暑い確かにね、暑かったけどなんか寒くなるのも遅かったですよね。昨日僕シャツ1枚で遊んでましたもん。でも死ぬほどもう昨日はもうテントウムシ30匹は捕まえ、蝶々が若干いて 4,5 匹捕まえということをしてました。どんどんうるさいね、もうねごめんなさいね。いや、まだなんかそんな感じかな。漢字一文字。ちょっとね、今ドライヤーで乾かしておりますけど、一文字書かんといかんよ。なんかね、よいしょ。全然いいですよ、コメント嵐のように。すごいこういうの残っといた方がね、なんかね、ちょっと後で本当になんやろねなんやろな。グワク書き順違ったらごめんなさいね。もうちょっとこうダイナミックに、二度書き中止禁止。こうかな、私は。ギャッと清水寺のお嬢さんみたいな感じで書いてますよ。読めへんやんけみたいなね。かな感じるの感かな。なんかすごくこう、感謝とか感動とか、なんか本当になんか感謝とか感動したりとか、ものすごいより多かったような気がするんですよね。なんかYouTube ももちろんはじめですね、もう皆さんと出会えて感謝し、幹事をしてくださって感謝し、飲み会で皆さんと出会えて感謝し、でもなんかこうね、すごくこう見に行って実際にいろんなとこ行って感動し、
ていうなんかもうとにかく今までのなんか数年間の中でも一番それを感じたんちゃうかなっていう、こうね、ジャパンを取れへんやんけ、しまった、あ、取れたね、うわ、取れへんやんけ、やちおう太陽なんかそんなことを実感した1年かなというふうに私なんかは思います。もう本当にもうなんか皆さんに対してもね、お掃除頑張ってください。かな、なんかね、あ、出かけるの、バイ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 、また連絡なんか取り合って、ぜひぜひ適当にやってください。よろしく伝えといてね、お友達に。よろしく、お疲れですって言って、また飲もうなーって言って、誰か知らんけど、僕なんかも久しぶりに会っても覚えてへんかもしらんけど誰やったかなと思ってね、ぜひぜひお友達とか言うといてね、同窓会ね、また飲もうやーっつって、いつか飲もうなーっつって、なんか同じ、本当になんかまあ合うからね。でちょっとこう2層目とかで、もうちょっとこう濃く書いていくところとかはもうちょっとこう書いていきながら、よいしょ、ほんとね、さっきの字がまあ私の中ではあれかな、素敵。本当そういう感じかな。なんかもう本当古典とかしてても今までちょっと違うんですよね。今まではやっぱりこう雑誌とかね、Facebook とかのまあファンっていうか、そういう方が見に来てくださる雑誌とかで見ましたと、雑誌とかほとんど今回載せてなかったですもんね。まあ別に自分が載せることじゃないんですよ。画廊さんが広告費払って、記事書いてもうたりとかっていう感じなんですけど、もうほとんどそれね、そんなされてなかったし、まあ、実際取材を受けるにしてもやっぱね、遠隔とかになってしまうから、まあそういうのもあれやったからかわからんけど、ほとんどその雑誌とかも載ってなかったと思うんですけど、それでもお客さんの数が今まで一番多いんちゃうかなという、古典の美術館レベルじゃなくね、っていうのを感じたんですよ。めちゃくちゃ人、なんか名古屋なんかもね、ライブ配信なかなか伝わってないと思うんですけど、めちゃくちゃ人いましたもんね。暑くてこうエアコン冷房にしましたもんね、12月に。っていうのとか、なんか本当になんか、やっぱ見に来てもらうっていうことがまず第一っていうかですね、もちろんそれで売れる売れんっていうのもあるんですけど、まず見に来てもらうっていうので、本当にこう、第一やと思うし、そういうので画廊とかに入ってみるとか、いうことが、なんかこう、今までよりも、そういうのを感じたなっていうのとか、いろんなとこ行ってですね、もう北海道もそうですけど、高知行ったり、愛媛行ったりとか、ね、そういうところで、あとは、奄美大島では飲み屋さんに行くと、もう、お支払いが済んでいるコースが最高でしたよ。もうあんな幸せなことないですよ。もう、奄美大島もめちゃくちゃ感動しましたもんね。で、そのなんかこう、現地の色やら、なんやら、空気やらっていうのを吸うたりとかしながらですね、こう、絵描けるって、うわ、これほどなんか贅沢なことはないな。もう去年の、冬ぐらいからこう、山下清ツアーを始め、まあなかなかこう、ね、全県まで行けてないですけど、なんとかね、全県を何年かかけて行ってみたいなっていう気がしてますけど、もうそういうのも含めてもうめちゃくちゃ楽しかったなっていうのと、感動したしなっていうのが今年の僕の48年も生きてきて、なんか一番こうそういうのハードルが来年に対して上がったですけどね、来年はちょっと大きい絵をゆっくり描きたいなと思ってるのが実はちょっと課題としてありますけど、ですね、あります。よくね、来年の抱負はとか聞かれたりしますけど、もうこの年になるとないですよ。毎年楽しくね、書いて嬉しいですと。ね。ボンドヒスイさんおはようございますと。2020年も充実して良き1年になりますようにと。大谷さんもおはようございますと。まあ、一応定例の、一応はやっておきました。今日はね。視聴者もだいぶ少ないですけど、今日はね。
まさかやるんかいって突っ込んでるでしょうね。まだやるんかいとか突っ込んでるでしょうね。福岡とですね、佐賀の海を描いていったということでございます。もうちょっとやります。もうちょっとかかります。いや、ほんとそう、なんかね、いやー、絵描き冥利に尽きるというか、ほんと絵描きさんなんて仕事がね、もう子供の頃にね、もうそんななりたいと思って、自分でそれができているからですね、今はですね、本当にもうなんか感謝感激、コツコツやってきた、もうこれ太めの白ですけどね、あれかなと、波がザザザザとこちらに打ち寄せております。ガチャ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 とね、なんかね、まあそういうこうね、能力を努力と思ってないけどね、それはもう家族やら何やらにもめちゃくちゃ感謝ですよね。あとはもうね、ガロの人にも本当に感謝。ありがとう。もうこのわがままなね、こうおっさんと仕事するの大変やと思うよ。もう分かってる。もうね、それでもなんかね、やって楽しかったですとか展覧会とか言うてくださったりするとめちゃくちゃ嬉しいしね。展覧会見に来ていただいてね、本物全然ちゃいますねって言うてくれたり、それだけでも嬉しいですしね。YouTube 見てますってめちゃくちゃ言われました。もう9割5分ぐらい YouTube のファンです。前はそれありえなかったわけですからね。もう昔はやっぱりその雑誌やらなんやらとか Facebook とか、インスタとかもうちょこちょこやってますけど、そういうのを見て、来ましたっていう人がもう主だったのが、もうあとは雑誌とか見てですけどね、もうそれがガラッと変わったんで、それは結構ですね、特にこの1年間はそれを実感した。昨年からそれをちょっと感じ出していたというかね、佐賀で個展した時に結構遠方から来てくださって、あの規模の個展はもうね、多分一生できんちゃうかなとどっかやらせてくれっていう感じなんですけどね。お話しあったらね、結構僕が勝手にこう企画とかするから安いんですよね。交渉、作品のあれとかね、東京から持ってくるっていうのはもうなかなかね、東京芸大とかがあの辺は大変ですけど、九州だけでもある程度作品揃えますもんね。いいね。ちょっとこうアクセントに、なるような感じで描いていっております。ここは何ですかね。ちょっとね。ドジャースタジアムに行きます。うわー、いいなー。ドジャースタジアムのなんかね、HIS かなんかからそういうこうツアーで出るとかなんかニュースで見て、うわーっと思ったけどね、もう本当もうちょっとね、子供大きくなってきたら、子供連れてじゃないけどね、子供をこうじいちゃんばあちゃんにちょっと預けたりとかもできるかもしれんなと思ったりするんですけどね、なんかこう全部ね、やっぱね、妻に任せっきりっていうのも申し訳ないし、もちろんね、こんな一番フラフラとね、楽しんでるおっさんがね、いや全然 OK だし、もうめちゃくちゃ優しいんですよ、もちろんね。でもやっぱりね、義理のお母さんとかがね、見に来てくれたり、手伝いに来てくれたりとかするのでですね、船がこれ出てってんねやね、ここにシューッと。よいしょ。よいしょ。楽しかったね、今日もね。いや、ほんと心から出てるもんね、この声ね。楽しかったっていう声ですね。ちょっとこの辺の水面を描いて、ちょっと縦にしたいね。いいですか？ごめんなさいね。家できそうなんでですね。ごめんなさいね。あれと安倍の戦い。もうね、阪神さんおめでとうでした。もう今年はもうね、もう関西いいんちゃう？もうね、来年またね、東京の方とかあたりがね、福岡でもいいですけどね、元気になってくれたら。あれと安倍の戦いね。でもすごいですよね、岡田監督ってね、本当に。
こんな写真撮れへんわって感じでしょ。飛行機からです飛行機からです。結構飛行機からシリーズっていうか結構ありますよ。結構撮ってます。ここ何の島よね。島ってさあ家事育児をちょっと手伝いせんといかんね。ぼちぼちね。本当暖かかったですよ。12月ね。もう年末にちょっとこう雪降ったりとか佐賀もしましたけどね。もう一瞬でしたもんね。パレード行きました。行ったんですか。相当すごかったんでしょ。なんか市の職員者さんが無給やったみたいなこと書いてあったよな。なんかそんな記事しか読んでないけど、そうなんや。行ったんですね。でも30何年ぶりですもんね。僕はもう未だに覚えてますよ。38年前の、要は私10歳の時、1985年やね。覚えてますよ。小学校4年生で、僕はこの大阪から奈良に引っ越して、で、その年の10月に優勝したんですけど、そこまでそんなに、その小学校3年生ぐらいまであんま興味なかったんですけど、奈良の方引っ越したら、もう阪神ファンめちゃくちゃ多いことで、びっくりしたのと、なんか、学級の歌みたいなのをなんか作るんですよ。確かそんなんで。どんなペースで作ってたのか、なんかみんなで替え歌みたいな感じ。しょうもないね。もうあれだけど、なんかそんなん作るんですけど、それがですね、六甲おろしの替え歌で、なんか4年何組とか、しょうもないからもそれを未だにもう恨んでるというかね、もうこうネチネチ言うというか覚えてるというか性格悪いんで私ね、そんな替え歌を歌わされたことを未だに王先生も本当にいやこれはやめとこうとかね一言なんかねという感じでございました。ちょっと最後ねなんかすみませんわけわからん話をしましたけど、ブラジルボアナイトって書いてある。ブラジルベノスディアスとかそんな感じ。ブエノスノチェスやったっけ、何やったっけ、そんな感じ。ちょっとですね、ジャパンハポネなんて言うのねちょっとわからんね。福岡福岡ちゃんと光らしたね、もうね、ちょっと水とか拭き取ってね、福岡サンセットハッピーニューイヤーもう適当なね、若い人ね、外国語ちゃんと勉強しといた方がいいよ、本当に。もうそれはもう絶対もうビジネスチャンスが何倍にもなりますからね、マジで。もう英語嫌いとか言うてる人、別にもうその授業やなくてなんか外国の歌とか一生懸命聞くとかね、そんなんでもええからしといた方がいいよ。おっちゃんみたいになるよ、もう後悔するよ。若い人が見てたらね、若くない人も今から勉強されたビジネスチャンスが何倍にもなりますからね、それ絶対に後悔は しませんよという感じでございました。もうちょっとだけやらせてください。すみません。もうちょっとこう暗い中を、ここの中をよう見たらいろいろ道やら何やら見えてきます。海の中道というところをやったりすると思います。福岡のですね。おそらくこっちの方が海の中道とかやっちゃうかな、ちょっとわからんけど。でもうちょっと行くとこっちの方に飛んでってますけど、福岡の空港めっちゃ街中があるんですよね。もうすごいですよ。結構緊張感ありますけどね、福岡空港も。でもすごく街の中に近いので、ぜひぜひね、福岡とか遊びに来られたらね、佐賀も遊びに来られてもいいかもしれませんよ。40分、電車で40分ぐらいで来れますので、上の砦間ぐらい渋いね。上の砦間やったっけ、40分ぐらいですよね。池袋所沢間はもうちょっと短かったっけ。よいしょ。
街の方にギューッとこう飛んでいって、暗い中にまた暗い形があって、という感じでございました。今日春モネ屋というのを、この辺になんかね、あれやね、木がペッペッペッと立ってんね、ペッ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 と、で描きました。本当楽しかった。スプレーで描くのは難しいですか？いや、まあエアブラシとかでシューッとか別にそんな難しくはないですよ。ただあれもね、なんかねちょっとなんか買って1回使っただけちょっと故障してしまって、その後ちょっといじってないですけど、どうなるかな。ちょっとだけね、この辺にこう光っているところとかがあって、普通のこうなんかラッカーとかああいうので描いたことはないですけどね。ピュッピュッとああいうので絵描いてみても面白いかもしれないですけどね。よいしょよいしょ、ピュッピュッピュッと。楽しかった。いい絵じゃないですか。友達に癒しの風景、岡田さん連絡先教えてと LINE しておきましたと報告でした。いやわらわら、今更不安なのが同一人物よね、本名を知らないから。でも奈良での YouTube ライブ姿見たらそうだと笑ってた一応なんかね、コミュニティなんかに明確してる写真もあるので、明確してあっても多分シルエットで分かんちゃうかなと思いますよ。名前教えておこうか。なんか後であれでもメールでも、どっちがいいかな。どっちかな。なんか太陽こっちやしね、こっち詰まってるから、これ呼ぼうのがかっこいいかなとかね。よいしょ。ということで2023年最後のライブ配信かもしれないし、の可能性は十分高いでございますが、今日夜のですね、ぜひぜひみちみちさん頑張って作ってくれた動画65分もありますから、だらだらと酒でも飲みながらですね、TV プログラムとかがあんま面白くなかったら見たってほしいなというふうに思います。ふんわりと優しい雰囲気の福岡、そしてちょっとザクザク描いた、こちらは有明海と外の海ということでございました。最後お兄ちゃんたち呼ぶって約束してましたね。ちょっと呼びましょうね。よいしょ。お兄ちゃん、とうくん、お兄ちゃん、とうくん、お兄ちゃん、とうくん、おいでおいで、最後のご挨拶して。嫌だじゃなく、どこおいで、どこおいで、おいでおいで。お兄ちゃんは嫌だって言ってますんで、来ないかもしれませんけど、イエイ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 、うわ、ハイテンション坊主が来ましたよ。ちょっと待ってね。いやー、来ました。うわー、すごいハイテンションね。はい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 、こんにちはって。お兄ちゃんはお兄ちゃん嫌だ、いいよいいよということでございました。皆さんありがとうございましたね。これなんかもちょっとほんと最近書いたやつとかコミュニティ欄とかにあげてもいいですね。ごめんなさいね、もうなんかバタバタ。お、2位は今ギリギリやな。うん、2位でどうくんがね、好きな子だったからね。ちいちゃんがあれって出るよ。ということで、バイバイってできる？はい。いつもお兄ちゃんお世話に。私よ。もうちょっとこっち。はい。いや、私よ。ね、おーいって。おーいって。あそこにキャメラあるからさ。おーいって。今年もありがとう。忍者ふりかけさん、かねぽんさん、とうくんバイバイって。バイバイ。はっちゃんバイバイって。わーかわいいテンションキャワありがとうございました。3月のまた末に、よしいいよ。もうまた勝手に公募展もございますので、よかったらご覧いただければと思います。下に行く。ダメ。なんでということで、ありがとうございました。バイバイって。バイバイ。チャンネル登録よろしく。終わるで。いい？終わっていい？バイバイ。なんで？ダメ。なんで？お兄ちゃん映ってない。バイバイ。バイバイ。マシタバイバイ。パパ上にいてということでございます。お兄ちゃんもうちょっとこっち今度映らん。ほら映ってる。こっち。ということで、ありがとうございました。以上です。変な顔して、変な顔。じゃあねー。仕事しとく。はい、じゃあ終了。お疲れした。仕事しとく。終わり。